圭介は50代半ばで課長を務めている。圭介の部署に新しく契約社員が配属された。新人の名は笹崎京子、35歳で同業の経験も長いという。メイクは派手ではなく清潔感があり、真面目な印象を受ける。部署内での紹介も終わり、指導が始まった。圭介は新人の教育指導係も行う。人事異動も多く、指導も慣れたものだ。マニュアルを説明しつつ、丁寧な指導が行われた。京子も真面目に指導を受けている。しかし、いつもと勝手が違う。京子は至って熱心に指導を受けているのだが、幾分前のめりで、距離感が近い。PC の画面を説明するときも、圭介に顔を寄せすぎて耳元に吐息がかかるほどだ。他の場面でも、熱心に聞き入るほど、徐々に体が接近し、体温までも感じる。京子本人は至って真面目に、熱心に指導を受けている様子だが、圭介からすると接近する顔や密着するかのような体に、つい気が取られてしまう。耳の後ろにかかる吐息、ほのかな香水の香り、そして体温。20近く年下の女性の存在を意識してしまう。そして、周りからの視線も気になってくる。昼休憩に入るとき、圭介は京子にそれとなく苦言を呈した。申し訳ない。とても一生懸命に指導を受けてくれているとは思うが、ちょっと距離感が近い気がしてね。なるべく傷つけないよう、慎重に伝える。京子は恐縮し、謝る。すいません、つい夢中で。以後気をつけます。午後に入ると、京子はしっかりと距離を保ち、引き続き熱心に指導を受けた。圭介はほっとし、指導を続けた。月日が経ち、京子は仕事にもすっかり慣れ、大きな戦力になっていた。圭介とチームを組み、出張先で商談を何度もこなしている。この日も、二人は遠方の出張先で商談に成功し、打ち上げがてらホテル近くの居酒屋で食事をしていた。互いに職場でのリスペクトもあり、良い関係を築けている。酒も進み、昔の話になった。圭介は懐かしむように京子と出会った日のことを話した。あの日、君の距離感が近すぎて、ほんとヒヤヒヤしたもんだよ。笑いながら話す。本当に申し訳ありませんでした。実はいつもそれで失敗してしまうんです。課長、実は私。京子はクスクスと笑いながら、囁くように話す。京子はかなり酒が進んでいる様子で、表情にいつもの締まりがなく、少し甘えた表情にも見える。課長くらいの年の男性の匂いがたまらなく好きなんです。いたずらっぽい表情で打ち明ける。圭介は突然のことでとっさに返事ができない。課長、実はですね、チャンスの時はいつもそっと近づいて嗅がせてもらってます。ニコニコしながら続ける。課長以外の人にもこっそり近づいてるんですよ。でもやっぱり課長が一番かなって。大丈夫、臭いとかじゃないですよ。ちゃんと清潔感ありますし、ケアも行ってるみたいだし。でも、やっぱり夕方が近づくと皆さんどうしても匂いって出てくるんですよね。だから夕方とかになると、なんだかんだ用事をつけて課長のデスクに近づいてるんですよ。京子はコロコロ笑いながら話す。圭介は呆れながら何とも言えない感情になる。互いに酒も進み、圭介の酔いも回り、勢いで冗談交じりに言った。わかった。商談が成立した祝いに特別に今日は好きなだけ匂いを嗅いでいいぞ。すっと京子の顔から笑顔がなくなった。圭介は失言してしまったと焦った。京子はじっと圭介の目を見据えて強い口調で言う。本当ですね。好きなだけいいんですね。じゃあこれからホテルに戻ってもシャワーは浴びちゃダメですよ。圭介はホテルの部屋でスーツ姿のままベッドに座り、後悔していた。居酒屋の席での戯れのつもりが、こんなことになるとは。酔いもすっかり冷めている。いや、しっかり断った方がいい。京子に電話を入れようと思ったその時、部屋のチャイムが鳴った。ドアを開けた瞬間、京子はいきなり抱きついてきた。圭介の胸元に深く顔をうずめ、大きく息を吸い込む。課長、今日はありがとうございます。仕事頑張ってよかった。圭介は半ば諦め、関連した。あ、
本当にシャワー浴びないで待っててくれたんですね。京子は圭介の胸に顔をうずめたまま、深く呼吸を繰り返す。シャツ越しに京子の熱い呼吸が伝わる。京子は耳元から始まり、首筋、背中と部位ごとに、ゆっくりと匂いを嗅いでいく。時折、同じ部位をずっと嗅いだり、確認するかのように、元の部位に戻ったりする。圭介はただ、なされるがままだ。ここまで正面から欲求の塊をぶつけられ、戸惑いと驚きもあり、そして何かムズムズするような不思議な感覚もあった。照明を落とした薄暗い部屋で、京子は圭介の至る場所を嗅ぎ回し、恍惚の表情を見せる。そして、大きなため息をついたりもする。彼女の酔いはまだ残っているのだろうか。好きなだけ。圭介が容認した通り、京子は少しの遠慮もなく、全身をくまなく、入念に嗅いで回る。圭介はなされるがまま、何とも言えないモヤモヤを抱え、天井を見上げていた。1時間ほど経った。結局そのまま、京子はずっと全身を嗅ぎ続けていた。圭介はただ、嗅がれ続けていた。今日は本当にありがとうございました。京子は深々と礼をし、ホテルの部屋を出て行った。圭介はドアを閉め、しばらく佇んだ。なぜかどっと疲れた。とりあえずシャワーを浴び、小さな缶ビールを飲む。そしてそのままぐっすりと眠りについた。